こんにちは、ひかりです。さあ、今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんの群馬県にある店舗ですねの仮面ライダーコーナーに来ました。まあね、こんな感じで年代ごとにずらっと並んでたわけですが、ここね、100円コーナーのちょっとキーホルダーとかあるね。これなんだろう。何これ、隆起なんだろう。まあライダー関係の小物類とかがある引き出しだったりするんですが、そしてこっちがね、変身ベルト、デラックス変身ベルトがずらっとあって、で、キーアイテムとかもありますね。最新のガッチャードとかまであります。で、ここね、プレ版のコーナーですね。CSM だったり、プレ版限定のアイテムとかもありますね。新仮面ライダーのソフビとかもいるね。大メダル100円のコーナーです。で、ここね、懐かしのガンバライドになるのかな、バーコードついてるからがまとめ売りで売られてます。で、ここもね、ショーケースになってて、ライダーごとにアイテムが集められてるって感じかな。ウィザードとかフォーゼとかガイム、エグゼイド、ビルド、ガンガンハンド。いいおもちゃだよね、ガンガンハンド。おもちゃらしくて好き。エグゼイドもね、なんかカラフルで好きですね。さあ、ここね、100円のソフビコーナーになってます。割と状態がいいソフビとかも多いんで、欲しいね、ライダーとかいたら。特に食玩系がおすすめかな。ソフビヒーローのちょっとちっちゃいサイズですね。これ当時のやつじゃん。クーガの一番強いフォームだよね。当時びっくりしたもん。これとかいいソフビ。01。なんだっけ、ライジングホッパーだっけ、シャイニングなんだっけな。まあ、そういうやつですね。はい。なんか、アサルトホッパーとかいろいろあるじゃん。なんか、もうね、覚えきれない。見たんだけど、本編。覚えきれないっすよ。本編2回ぐらい見たんだよ。2週ぐらいは、01は面白かったから。さあ、そして、ここら辺もソフビかな。王者とかいるね。仮面ライダーソフビ人形。ビルドだ。同じのが2体いる。ニンニンコミックかな。ドライブ。これね、あれなんですよ。ソフビじゃなくて、裏にボタンがあって、音が鳴る系のやつで、結構定価は高いんだけど、まあ100円で買える。こっちの右側がソフビだね。同じフォームだけど。ウィザード。クーガじゃない。龍騎の龍ガか。さあ、そして変身ベルトとか武器系とかあります。で、上の方に箱ありがありますね。なんかね、TTFC とかで見て過去のライダーのアイテムが欲しくなったら、平成以降だったら結構あったりするんで。でも平成初期とかのデラックス当時ものとかはなかなかないけどね。ダブル以降とかだったら見つけやすいかなと思います。ビルド、エグゼード、ガシャット。ガシャットもだいぶ増えたよな。これピンクのやつ可愛いんだよね。ときめきクライシスみたいなやつだっけ。で、フルボトルとかあって。これガシャポンの当たり枠だからね、これ。めっちゃなんか当時さ、YouTuber の人とかさ、出るまで回すとかさ、あともう丸ごと買うとかやってたよね。ブランクゴーストアイコン。僕も当時ね、狙って2回ぐらい回して出なかったんだよね。心折れたわ。これショッカーじゃん。最近のかな、こんなん出てたのかな。 UFO キャッチャーの景品だと思うんだけど。一番くじかな。仮面ライダーとかも結構くじ出てたりするからね。子供たちにはすごいいいと思う。楽しいもんね、くじって。何これ。これはあれかな、技術だね。で、リバイス。
最近リバイスの映画見たんだよな。本編ちゃんと見てないからいまいちわかんないとこも多いけど、全然面白かった。かっこよかったし楽しかった。風葬犬はやってね。そう、セイバーはね一応全部見てるからね。斧お01からのセーバーワンダーライドブック、めっちゃあるな。これも一個一個音が鳴ったりすごいからね。で技術がまだ少ないイメージですね。まだみんなが全部売ってないのかな。家にまだ残ってる、ね、お子さんとかが買った人とかも、まだ家に割と置いてる人が多いのかな。もうちょっとすると増え出せますね。こういうジオのライドウォッチとか増えてるからね。時期だよね。買う時期って結構大事で、古くなりすぎるとまた減っちゃうしね。何これ、へえ、プログライズキーか。で最近のねライドケミーカード、ガッチャードのね、なんか何枚セットとかになってますね。でこのショーケースが一応店舗の中でももう入ってすぐの割と目立つとこにあるんで、看板商品たちなのかな。新しい系が多いかなっていう。クロスセーバー箱入りあるじゃん。クロスセーバーなかなかね珍しいからね、セーバーのアイテムでは。僕もまだ持ってないんですよね。ここら辺はプレ版もあるけど、プレ版というよりもなんだろうな、キーアイテムとかで割と価格が高めのやつとかがあったりします。下はエグゼードだね。おすすめはやっぱ新仮面ライダーのベルトとかかっこいいけどね。本編は見なくてもベルトだけでも楽しめそう。これとかねかっこいいんだよね。今ちょっと安くなったりもする時あるから、ちょっと見てみて、実物見るとかっこいいっすよ。これとかもプレ版なのかな。アギト、レジェンド系だけどね、これはね当時ものじゃなくて。ダブル以前ぐらいのベルトはなかなかね手に入れづらいよね。まだっていうかもうか、状態よく残ってることが少ないんでね。こっちにも実はねソフビがあるんですよ。ここ100円コーナーではないんだけど、状態がいい800サイズソフビとか結構いっぱいある感じかな。こいつね結構クーガの敵といえばこいつってイメージ。ラスボスだったかどうかは覚えてないんだけど、僕もちっちゃい頃ソフビじゃないけどね持ってましたね。硬いフィギュア、腕が取れるやつ。ビッグサイズソフビ、これとかめっちゃクオリティ高いけど、これ一番くじかな。需要の安いんだけどなんかすごい出来いいんだよね。 UFO キャッチャーの景品のソフビにしては出来良すぎる気もするけど、どうなんだろう。くじでも最近あるからね、ソフビ賞みたいな、A 賞とかで。デジモンだ、懐かしい。なんかアグモンのなんか進化版みたいな。これね、これソルブレインのやつでしょ多分。メタルヒーロー、ここら辺なんかちょっと珍しい感じするけどな。僕メタルヒーローソルブレインはまだちゃんと1話ぐらいしか見てなくて、やっぱ B ファイターとかめっちゃ見てるんだけど、 B ファイター何回も見てる。やっぱり面白いから。あとジバンとかブルースワットとか見ましたね。ここら辺はボトルマンとかあるね。こっちはロボット系。もうこの辺手出し始めたらすごいことになりそう。ロボットアニメとかもめっちゃあるからね。これなんかガンダムなんだよな。なんか少年が運転してるし。
さあこっちに来るとフィギュアコーナーですね。これ辺箱なし系でミュウツー、安いけどなんか破損ありなのかな。カービィとかもいたね。そう右側ちょっとドール系もあるんですけど、そうドールコーナーもやろうか悩んでるんだけど、いろいろねちょっと怖いと思う人もいるのかなっていうのが心配。カイロレンダー SH フィギュアーツ、これあれじゃない？反射で見づらいな。でアベンジャーズとか、アメトイって言っていいのかな。アベンジャーズとかそういう DC とかそういうのがありますね。あとスターウォーズか。今の尋問官タスクマスターね。タスクマスター微妙だったんじゃない？映画での活躍が。キャラクターも。で、このアイアンマンこれ安いと思うよ。定価は高いんだけど、今回のこの倍価が安かった。ほら、4000円台で買えるんだよ。これめっちゃいいやつだから、かっこいいからこれ。アクションフィギュアで。箱にダメージあるから安いってことだけど、別に遊ぶのは関係ないもんね。懐かしい。トイストーリーのウッディ。このね、プライズが懐かしい。昔、ウオキャッチャーやってる時にね、これのシリーズかなんかのジェシー持ってたんだよね。バズも持ってた気がするな。ここら辺ちょっとトイストーリーとか多くて楽しいね。バズウッディで、めっちゃある。9時最近あったもんね。映画もあったしね、このトムとジェリー。いろんなフィギュア出てます。この A 賞がなんか他のに比べて安い感じ。で、しんちゃん。白だ。バズライトイヤー。最近トイストーリー見たからなんか、トイストーリーいい感じ。チビウサだっけ？今チビウサ探してるんですよ。セーラームーンね。で、エヴァンゲリオンとか。そう、こっちの方に来ると美少女フィギュア系かな。反対側がね、結構、ドラゴンボールとかあるんだけど。こっち来ると、ここにも仮面ライダー実はあって。フィギュア系って言ったらいいのかな。ラストワンショー。最近コンビニであってね。ドラゴンボール。サノス。かっけー。いやー、サノスいいね。やっぱカーンもね、カーンってなんかザ敵って感じじゃないんだよな。で、ドラゴンボールいっぱいあるからね。征服したカーンね。最近のマーベルの敵キャラ、サノス的ポジションなのカーンなんだけど。でも今度俳優さんが問題起こしちゃって、俳優さん変わっちゃうのかな。変わっても問題なさそうだけどね。何度でもできるから。もうマルチバースだから。で、マスコレとかありますね。でもほんとね、フィギュア系って感じするよね。で、ウルトラマンとか特撮系ここに結構あるんですよ。フィギュアって言われる感じ。ソフビとかとは違う感じだけどね。やっぱドラゴンボール多いね。いいね。ドラゴンボールな。最近かっこいい。これもね、セブンイレブンでくじ売ってたもん、この前。でもね、割引されてて、ラストワンショーとフィギュア2つぐらい残ってて、残り10何回とかになってたから、10回ぐらいかな。結構いい残り方してるとこあったんですよね。ヒロアカ。これ最近のプライズだね。ちいかわコラボ。ヒロアカ今フィギュア安いですけど、もうすぐアニメは多分始まるから、新しいのが。だから最近ちょっとね、フィギュアもね、値下がりが止まった感じするんですよ、ヒロアカ。で、こっちキューポスとかいっぱいあるね。うん。フィギュアコーナーもね、こう見ると楽しいですよ。はい、ということで今回の動画は以上になります。チャンネル登録とコメント、評価ボタンもよろしくお願いします。他の動画も見ててください。それではまた、バイバーイ。